はい、五戸美希のスピーチトレーニングチャンネルの実演動画を収録しております。というのもですね、3週連続のプレゼン講座、原稿を持たずにスライドだけを見て話す方法をお伝えしているんですけれども、実演をこれ全部まるっと入れると本編長くなりすぎるなというふうに思いまして、やっぱりね、あんまり長いと再生回数がちょっと厳しくなるっていうのも聞くので、ちょっと実演動画をですね、別収録しております。じゃあですね、本編でご紹介したスライドを使いまして実演していきます。私にできる SDGs 一人一人の行動の積み重ねと題しましてお伝えしていきます。私は五戸美希と申します。うんぬかんぬの自己紹介は割愛しますね。実際は入れてください。それでは今日のプログラムです。こちら。1番、私にできる SDGs。そして次が SDGs とは。最後に子育てとの両立。この3つのプログラムでお伝えしていきます。では最初のプログラム。私にできる SDGs。今日の結論ですね。この中身に入っていきます。私にできる SDGs。いろいろあるなと思ってちょっと考えたんですけれども、もうやっているものもあるし、新しく始めるといいますか、これだなとちょっとひらめいたものがありましたので、ご紹介します。こちら。牛乳パックを回収ボックスに持参。はい。牛乳パックの回収ボックス、スーパーの入り口のところに大抵あるんですね。私、最近までそれ気づかなくて。でも牛乳パックを、使い終わったら洗って開いて乾かすっていうのは今までもやってたんですね。でもその開いた紙パックを他の紙の資源ごみと一緒にして紙の資源ごみでまとめて収集日に出してたので、そうじゃなくてこの牛乳パック専用の回収ボックスに持っていった方が SDGs になるかもって思ったんですね。はい。で、これはちょっと最近ね、始めております。それでは次のプログラムです。SDGs とはここお伝えしていきます。SDGs とはこちら。サステナブルディベロップメントゴールズ。この頭文字の SDG とゴールズの S を取って SDGs というのは皆さんご存知かと思いますけれども、直訳は持続可能な開発目標ですね。はい。概要はこちら。世界的な問題を解決し、誰一人取り残さない持続可能でより良い世界を目指す国際目標。はい。世界的な問題、いろんな問題を解決するための目標であるということ、誰一人取り残さない。そうですね。人種差別もしない、民族差別もしない、みんなで幸せになるための国際目標。で、持続可能。この今が良ければそれでいいじゃなくて、この先の未来の子どもたちも幸せになる。そんな国際目標ということですね。17のゴールが定められているということで、17のゴール見ていきます。こちら。はい。ほんと種類が多いんですよね。17個。そうですね。ちょっとピックアップしたところだと、まず貧困をなくすということ。あとは格差の是正ですね。それから気候変動対策。環境保護、これ重なるところもありますけれども、気候変動対策とまた別に立てているものですね。あとは持続可能な生産と消費、そして平和構築、平和のための活動というのも入ってきますね。本当に多岐にわたるので、ちょっと難しいなと思ってしまいがちですけれども、この国際目標が達成できれば、幸せな未来が待っているということで達成したい。で、SDGs を達成するにはというのがこちらですね。まず政府の取り組み、これ大きいですね。そうですね。スーパーとかコンビニのレジ袋を有料になってからエコバッグを毎日持参するようになったというタイプですね。私も本当恥ずかしながらなんですけれども、無料の時はどうしても毎回エコバッグ持参ということができなかったですけれども、そうですね。やっぱりエコバッグ当たり前になりましたよね。この全国一斉にスーパーもコンビニもレジ袋が有料になる。これ政府の取り組みじゃないとできないことだし、大きなことだなと思いますね。企業努力。
これやっぱり大きな企業だと使うエネルギーも多いですし、あとは私の古巣の日本放送って太陽光発電やってるんですね。こういう企業の努力ってすごく大きいなと思いますね。そして一人一人の行動の積み重ね。これも企業と政府だけに任せておくっていうことはやっぱりね、SDGs にはつながらないですよね。その重要なことですけれども、やっぱり一人一人の行動、その日本人1億人全員電気ガス水道じゃんじゃか使ったら、それはやっぱり SDGs にならないということで、一人一人の行動の積み重ね、とても大事だなと感じます。ということで最後のプログラムです。子育てとの両立。これどういうことかと言いますと、私子供が1歳と3歳でして、 SDGs との相性というのが非常に難しいなと感じているところがあるんですね。子育てとの相性でいうと、まず子供の食べ残し。なかなか用意したもの全部は食べてくれないですね。あれが食べたいとか言って出して半分ぐらい食べておしまいみたいなね。叱っても食べないですしね。で、残り物自分が食べちゃうと風邪をねもらっちゃったりとかもするので、なかなか食べ残しを食べるということができないということで、フードロスになってしまう。あとは子供の洗濯物。これはね、本当例えば夏だと保育園で水遊びがあるので、タオルの数も多いですし、泥遊び、砂場遊び、たくさんさせてあげたい。毎回洗濯物どっさりっていうね。なかなか子育てと SDGs 両立させるって結構難しいなと感じております。でもできることはあるなと。何ならできるか考えてみました。牛乳毎日飲むなと。で、そうですね、うちだと1週間で 4,5 パックは開けますね。で、そのパックを洗って開いて乾かすってことはもうすでにやってるんですよ。これスーパーの入り口近くに回収ボックスがある、牛乳パック専用の回収ボックスがあるから、スーパーに行くついでにそこに入れるっていうことだけで、今までよりもちょっと SDGs になるかもというふうに感じまして、私にできる SDGs、 牛乳パックを回収ボックスに持参ということで、これをですねすでに始めておりまして、これからも続けたいと思います。という喋りをしてたらやっぱり6分半とかになりますか。ちょっと長くなりますね。12ページあるので、そうですね、もっと短いプレゼンにしてもよかったんですけれども、箇条書き6行とか7行とかでもスライドにすると12枚になるっていうのをお伝えしたかったところもありまして、ちょっと長くなりましたので、やっぱり本編と分けてよかったですね。はい、本編の方もよろしくお願いいたします。私のプレゼンは以上です。